お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した、護衛戦闘機がいなくても敵を迎撃できる武装と速度性能を目指した重爆撃機、百式重爆撃機、通称ドン流を解説する。久々に帝国陸軍の航空機の解説だな。最近はドイツ第三帝国陸軍の戦車が多かったのに、どういう事情で？おかげさまで、1号戦車、2号戦車、3号戦車からパンター戦車まで連綿と続くドイツ戦車シリーズは、多くの方にご覧をいただいており、チャンネル運営者としては後人の至りであり、パンター戦車の後編の編集に時間を要しているところ、そういえばこのチャンネルはもともと帝国陸軍の題材が多かったな、ということをふと思い出し、今回は帝国陸軍の爆撃機の解説を、と思い立った次第だ。なお、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ティガー1、パンター戦車などドイツ国防軍の戦車シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、こちらも良ければご覧ください。百式重爆撃機っていう名称と、ドン流っていう名称はどっちが正式な名称なの？そこは帝国陸軍の広報戦略が絡んでおり、その点も考慮して解説をするので、最後までご覧いただけると後人の至りです。さて、百式重爆撃機は、長らく帝国陸軍の主力たる重爆撃機として活用された、97式重爆撃機の後継機として、中島飛行機が開発した爆撃機だ。中島飛行機って今では聞かない企業名だな。現在のスバルの源流となった会社だ。中島飛行機は、元海軍軍人である中島筑平が設立し、戦前に活躍した航空機メーカーで、戦前だと、軍需用の航空機開発において、三菱と並ぶ二大メーカーとして君臨していたとの指摘もある。97式重爆撃機や、今回解説する百式重爆撃機に共通し、さらには以前解説した99式軽爆撃機にも共通する話だが、帝国陸軍は、爆撃機を開発するにあたっては、ある戦術思想をある意味では堅くなまでに守っていた背景がある。どんな思想を？すなわち、爆撃機は、敵飛行場の爆撃によって、敵航空機の殲滅を遂行することが肝要であるという思想を重要視していたんだ。その戦術思想に基づいた結果、帝国陸軍の爆撃機は、航続距離を抑制し、その代わり、武装や速度に重きを置くという開発方針となっていた。航続距離を抑えちゃうと、海が戦場の当初戦では困らないの？困った。帝国陸軍は一貫して大陸でのソビエト連邦軍に対する航空戦を念頭に置いていたが、結果として第二次世界大戦では、太平洋での当初戦が多くて長大な航続距離が要求されることとなり、帝国陸軍はこの戦術思想を悔やむことになる。そういった方針もあり、百式重爆撃機は重武装かつ高速の爆撃機という要求で開発が始まったわけだ。ちなみにだが、百式重爆撃機が後継機となった97式重爆撃機は、競争試作、つまりコンペの上で、三菱が帝国陸軍から受注された爆撃機であり、大陸奥地での戦略爆撃などで活躍した。97式重爆撃機は、百式重爆撃機と同じく大陸使用のため、第二次世界大戦では苦労することになるんだが、現場からは評価する声もあり、結果として帝国陸軍が最も生産を重ねた爆撃機となった。その後継機だと相応のプレッシャーがあったろうな。97式重爆撃機は、防御のための武装に若干の不安があったので、この点も踏まえて帝国陸軍は、味方の戦闘機の護衛をつけなくても、敵軍の戦闘機から防御できる程度の武装と速度を有した重爆撃機の開発に着手する。護衛つけずに爆撃機単独で敵基地の爆撃を遂行すると、それを目指したわけだ。1938年、帝国陸軍は中島飛行機に対し、新型の重爆撃機の開発を発令した。帝国陸軍が要求した内容としては、戦闘機による護衛を必要としないレベルの最高速度、機関砲による武装の装備などだ。また、帝国陸軍の航空機として当時は珍しいことに、新型の爆撃機には、ビブ重座を設けることも要求されていた。後方から迎撃に来る敵軍の戦闘機に対処するわけか。どこまで対処できるのか不透明な側面はあるけどもね。中島飛行機は帝国陸軍の要求によく応え、
1939年には試作機の製造を完了した、帝国陸軍の審査、修正、追加試作機の製造を経て、1941年には百式重爆撃機が正式化された。鈍流の爆弾だな。百式重爆撃機、それから鈍流という二つの名称がこの重爆撃機に付されているのには理由がある。帝国陸軍の航空機開発は、まずは海外製の航空機の輸入と採用から始まり、徐々に国内企業による航空機開発の技術を育てつつ、国産航空機の研究を怠らずに継続した。そして、国産航空機が徐々に正式採用されることになるんだが、帝国陸軍がまだ海外製の航空機を使用しつつ、徐々に国産航空機を増やしていた。海外製と国産の混合していた期間、その期間における航空機の名称方式は色々と変遷があった。具体的には、順番に正式何号機飛行機と呼称してみたり、社名の頭文字をカタカナで表記して例えば寿式と呼称してみたりしたが、やや混乱があった面は否めない。聞いてるだけでややこしいわ。そこで、帝国陸軍は、航空機などに関する呼称を統一するルールを策定した。当該ルールの基準こそが、後年帝国陸軍の航空機、戦車その他兵器の名称を統制することになる、後期だ。詳しく。後期というのは、正式には神武天皇即位期限といって、神武天皇の即位年を元年とする、戦前の日本で使用された暦だ。ちなみに、今年の西暦2021年は、神武天皇即位期限でいうと後期2681年になる。らしい。西暦の紀元前が暦のスタートに。ただし、帝国陸軍の航空機や戦車などの名称に、後期を忠実に付してしまうと、シンプルに長くなるので、最後の2桁を採用することになっていた。例えば、後期2599年を基準にする場合は、99式総発軽爆撃機に、といった具合だ。でも99式総発軽爆撃機が正式採用されたのは1940年だよね。そうすると後期2600年だから00式じゃない？いいんだよ。そこら辺は軍のさじ加減だから。ちなみにだが、今指摘のあった後期2600年を基準にする場合は、100式という名称が用いられたので、この動画で解説している重爆撃機は、100式重爆撃機という名称になったわけだ。鈍流は、これはね、愛称なんだよ。愛称といっても国民から自発的に湧いてきた愛称というわけではなく、国民の間で愛着が生じるように、帝国陸軍が付与した愛称だ。そういう宣伝戦略的な考えを帝国陸軍が持っていたのは意外だな。あまり知られていないが、帝国陸軍は、陸軍省の軍事調査部という部署に、新聞班という部署を置いて広報戦略を担わせるほど、世論への対策に熱心だった側面がある。軍事調査部は1936年に陸軍省中枢の軍務局に移管されたけどね。さて、正式採用に至った100式重爆撃機だが、実戦に投入されてみると、帝国陸軍の期待に応えたとは若干言い難い。すなわち、そもそも護衛戦闘機をつけずに敵の航空基地を叩くのは無理な話で、100式重爆撃機の武装をもってしても、護衛戦闘機がつかないと、迎撃に出てきた敵軍の戦闘機によって甚大な被害を被ることとなった。また、搭載されたエンジンも万全なものではなく、結果として前線の部隊からは、97式重爆撃機が良かったと言われてしまう始末だった。もっとも、武装を従来から強化した点については、そもそもの構想には反することになるが、護衛戦闘機との共同による効果が大きく、帝国陸軍のはやぶさ戦闘機などを護衛につけることでの相乗効果があったとする指摘もあることには不言すべきだろう。なお、日本軍の急降下爆撃機たる99式総発軽爆撃機、空の狙撃兵と恐れられた97式戦闘機など、大日本帝国陸軍の航空機シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、こちらも良ければご覧ください。さて、以上の通り、100式重爆撃機の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。
ここまで見てくれた人、ありがとうございます。気象情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。